ハッシュタグ変われ自民党。改めまして意図をご説明します。現在の自民党は衆議院でも参議院でも過半数を割っており、前例のない少数与党となっています。そんな中で掲げられたハッシュタグ変われ自民党というテーマ、候補者の皆さんは具体的にどんなことを党の危機だと認識し、どう変わっていくべきだと感じているのか、党の統制、いわゆるガバナンスをどうしていくべきか、そのあたりのお考えを伺えたらと思っております。まずはもう最初のテーマは真っ向から、でもなんかコメントだともう最初から変われない自民党とか言われてるんですけど、今日すっごい口が乾きますね。今すでにコメントでも書かれてるんですけども、ステルスマーケティングと呼ばれるものが IT 業界、別の業界とかの民間でもいろいろ起きてますと。やっぱり人に影響を与えるっていうのは IT 使いやすいよね、でもそれを黙ってやるのは良くないよねっていうのもあるし、別に法に触れない範囲ギリギリならいいんじゃないのっていろんな考え方あると思うんですよ。ステマに関してどう思うかというのをちょっと1人2分以内で順番にお願いできると。ありがとうございます。ひろしさん、このテーマで今ご質問もいただいたんですけれども、最初の質問これでいきますか。はい、わかりました。それではステマについてそれぞれどう思っているかというところを、それでは1人2分間でお願いします。まずは小林さんからお願いします。ステマ含めてこの情報空間の在り方について今思っていることは、やっぱり表現の自由って最大限尊重されるべきだと思うので、そうした中で健全な情報空間というものをやっぱり保っていくことが重要なんだろうというふうに思ってます。その中で私自身が最近非常に気になっているのは、ステマもそうなんですけど、誹謗や中傷、さまざまな見解が溢れていると。でそういう状況の中で表現の自由を最大限担保する観点からは、すでにあるジョープラ法をしっかりと活用しながら、発信者情報開示のルールっていうのを徹底していくということだと思っています。それとともに私自身がこの情報空間について今問題意識として持っていることは、ステルスマーケティングとは若干ちょっとずれてくるんですけども、外国からのこの情報干渉がすごい気になっています。つまり偽情報をこう流すこと、外国政府が流すことによって意図的に日本のこの民主主義社会をこう分断しようとする、そこについてはやはり一定のルールが必要だと思っています。イギリスやひろゆきさんがいらっしゃるフランスでも確か法律があったと思うんですけれども、こうした外国からの情報干渉については刑事罰ですとか登録制度というものを設けることで、やっぱり日本の民主主義というものを守っていく必要が私はあると思っています。だから私はそういうことを言うと、出馬会見の時言ったら SNS 規制するんじゃないかって言われたんですけど、そういうつもりは全くないです。やっぱりそこ日本のこの言論空間、インターネット上の空間っていうのは自由であるべきなので、そういう規制は基本的に必要ない、一切必要ないというふうに思っています。以上です。コメントでは自民党内のステマは触れないのかな的なコメントがちらっと、はい、今そうした事案を耳にしています。ただ小泉候補自身も謝罪をされてますし、再発防止に努めるというふうに言ってますので、私自身はこの総裁選自身はですね、ワン自民ということでより建設的なその議論を交わす場にできたらなというふうに思っています。ありがとうございます。小林さん、それでは続いて茂木さん、2分間お願いします。昨日ですね、ステルスっていうとですね、愛知のですね、小牧南のですね、三菱重工業のですね、ジェット機の工場を見てきたんですけど、もうステルスすごいですよ。そういう世界あるんですけれど、ステマは良くないと、そんなふうに思っています。私はですね、表でアピールすることもあんまり得意じゃないんで、ましてやですね、隠れてアピールすると、これは多分できないんじゃないかなと思ってますけれど、ネット空間というのが広がっていくと、これはいいことなんだと思います。ただ何にしてもですね、いろんなものが広がればそれに伴う弊害とか出てくるわけで、誹謗中傷であったりとかですね、偽情報であったりとか、そういったものについてはうまくコントロールしていくっていうことで、何かが発展すればですね、それに伴って弊害が出てくる、それをいい形でコントロールしていく、これが基本的な姿勢じゃないかな。なんか悪いことがあるから全部やめちゃうっていうことじゃなくてですね、まずはやってみて、そこの中で問題が起きたらきちんと対処していく、これが基本的な方針だと、こんなふうに考えています。ありがとうございます。ちょっと自民党内のステマ的なことに関してはまだ全然時間あるんで追加していただいて。自民党内のステマ、今ちょっと話題になってますけれど、さっきも出たようにですね、小泉さんご自身がやったわけじゃないですけれど、きちんと責任を感じると、こういう話もされてますんで、それはそれでみんなフェアにですね、このワン自民でやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。
続いて林さん伺いましょう。はい、ありがとうございます。小林さんと一緒でインターネットが最初に出てきた時にやっぱりなんていうか中央集権と全く逆でみんなが自由にいろんなものをやっていいな、こういう感覚からスタートしたんですけど、その後やっぱり中傷誹謗とかいろいろ出てきて、いいも悪いも匿名性っていうのがあるんで、そこをどうコントロールもできないんでどうするかっていうのはこういう問題も出てくると思ってます。参議院選の時もボットがロシアから来てですね X のアカウントがクローズされたっていうこともあるんで、特に選挙っていうすごく短い期間の中で集中的に何かできると、ああいうのは対応策をやらなきゃいけないと痛感をしました。で今回のですね小泉陣営の話はあれもしかして牧島さんがみんなにこれやってねって言うんじゃなくて、みんなが小泉さん見てこうだよねって言ってればステマじゃないんで、おそらくほっといてもそういうコメント出てたなと思ってですね、ちょっともったいない感じだったなと思いましたけど、いずれにしても小泉さん自分でこんなことをやる人じゃないし、だけども責任取って謝罪すると、これリーダーとしてはですねあるべき姿だというふうに私は思いました。ありがとうございます。それでは続いて高市さん、はい、私は総務大臣を約4年やりました。ですから、その間にやっぱり公職選挙法ですね、これを所管する大臣としていろいろ考えるところがあって、ある時期から落選運動も自由になったということで、それが始まった頃って大変でしたね。とにかく誹謗中傷どころか名誉毀損に当たるような話もどんどん書き込まれる。それに対して何とか消去してくれと言っても、もうその時には投票日は過ぎちゃってるというようなことで、ちょっと事業者側も大変だとは思うんですけれども、対応がもう少し早くなればいいなと思ってます。憲法でちゃんと表現の自由というのは保障されています。その一方で公共の福祉っていうのもありますから、そのバランスを取りながらってことだろうと思ってます。先ほど小林候補もおっしゃいましたが、私もやっぱり今サイバープロパガンダ、とにかく外国からのこの世論誘導に当たるようなことっていうのは非常な危機感を持ってますので、これはしっかりと対応をしていかなきゃいけないなと思っております。そんなところですかね。自民党内のことについてはもう左に同じということで同じ意見でございます。高橋さんありがとうございました。それでは続いて小泉進次郎さんです。お願いします。はい、今の件につきましてはひろゆきさんは私に聞きたかったと思うんですけども、その分他の候補の皆さんには今の問いに答えなくてはいけない環境を作ってしまったことも大変申し訳なく思います。今回の件につきましては、私を支援してくれてる議員の方で私を応援するメッセージを広げたいというそういった思いがあったとはいえ、やはりその例の中に一部行き過ぎた表現、そういったことがあったと思います。そういった報告を受けてますので、知らなかったとはいえ最終的に私を支援をしてくれている議員の下で私の総裁選のために起きたことですから、私として本当に申し訳なく思っています。今回この議員からは政策議論にこれ以上水を差すわけにはいかないと、こういった思いで担当から引きたいと、こういった申し出がありました。そして今その議員に対しては予告、そして事務所の爆破予告、こういったことが寄せられている状況になって、今警察と相談をしている状況でもあります。こういったことに至ってしまったこと、本人も身の危険、そして命を脅かされるようなこういった状況である中で、私の選対本部長の加藤勝信本部長とも相談をして本人の申し出を受け入れるべきだろうと、そういったことで担当から外れることになりました。いずれにしても今回のことはトップである私が責任があることです。しっかりと緊張感を持って陣営の中で同じようなことが二度と起きないように最後まで丁寧に戦い抜きたいと思います。ありがとうございます。結構難しい話題なのに残り3秒できちんと終わらせてきましたね。やはり小泉さんはじめ周りを取り巻く環境は変わっていますが、小泉さんご自身が変わることはその告示の段階から何もないというところですから、その思いであったり普遍のその真の部分というのを伺っていきたいなと思ってますし、これあえて私から視聴者の皆さんにもお伝えしたいんですけれども、自民党の本気度合いを私自身ひしひしと感じておりまして、今のひろゆきさんの突然の振りは皆さんアドリブで対応していただいたものです。今最も関心がある国民の声を直接ぶつける時間にしたいというテーマに沿ってひろゆきさんも投げてくださいました。このようにコメント欄の声であったりとかハッシュタグを拾いながらお伝えしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。やっぱその無茶ぶりに乗れる人と乗れ
ない人がいて、多分トランプ大統領めっちゃ理不尽じゃないですか、あの理不尽な人とやっぱ対抗していかなきゃいけない、なんとかこううまく取り入って仲良くしなきゃいけない。安倍首相がトランプさんとめちゃくちゃ仲良くなった、そのためにゴルフ行ってこけて一生懸命小走りで追いついてた、あれ日本のためにやったのは僕はすごい良かったと思ってるんですよ。どんな理不尽でもちゃんと立ち向かえる人という人が総理大臣になっていただいた方が今後の国際社会の中でも良いのではないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。